ジャマイカはカリブ海に浮かぶ多文化と自然が調和する国です。今回はジャマイカの4都市を現地6日間で旅行します。首都キングストンでは17世紀の要塞や UCC 農園を巡ります。ネグリルではブティック系のリゾートホテルに宿泊します。モンテゴベイではオールインクルーシブに宿泊します。オーチョリオスでは燃える温泉や滝登りに挑戦します。見どころがたくさんの旅行ですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは一緒にジャマイカへの旅に出ましょう。14時20分、トロント発のカリビアン航空でジャマイカに飛びます。飛行時間は約4時間で、19時30分にジャマイカに到着します。入国手続きもスムーズで、到着後30分ほどで外に出れます。ジャマイカはウーバーが使えるので、ウーバーでホテルに移動します。空港で運転手と落ち合い、ホテルに向かいます。空港から市街地までは約20キロで、車で約30分です。日本からエクスペディアで予約したアバカスジャマイカに到着します。民泊のような宿で明日に備えて早めに就寝します。2日目は終日首都キングストンを観光します。外務省によると、首都は危険度2の不要不急の渡航中止です。従い、日本から予約したガイド付きの車で終日移動します。最初の目的地は植民地時代の要塞、フォートチャールズです。フォートチャールズは1655年に英軍が建設した要塞です。配属やスペイン軍から港を守る目的で建設されました。外周を取り囲むように厚さ約1メートルの城壁が巡られています。外壁には半円状の銃眼がずらりと並ぶ重厚な構えです。過去は104門の大砲が開口部から外界を睨んでいました。大砲の射程距離は仰角ゼロの水平射撃で約 1.2 キロでした。この建物はかつて火薬や弾薬を保管していた弾薬庫です。赤レンガの厚い壁に囲まれ、床面高く通気口のみあります。この建物は要塞司令官宿舎のオフィサーズクォーターです。現在、内部はフォートチャールズ海事博物館になっています。当時の司令官寝室と執務室をそのまま公開しています。アフリカからジャマイカへの奴隷貿易の資料です。17世紀末、英国はアフリカから大量の黒人を連行しました。砂糖プランテーションの労働力確保が目的でした。その影響でジャマイカの人口の約8割がアフリカ系黒人です。最後に1907年の地震で傾いた赤レンガの建物に向かいます。旧砲兵弾薬庫の建物が地震による液化で傾いています。傾きでめまいがするのでギディハウスと言われます。中に入ると平衡感覚が狂わされて不思議な感覚になります。フォートチャールズを後にして昼食に向かいます。行き先はポートロイヤル地区にあるグローリアズシーフードです。オープン席でキングストン港を眺めながら食事できます。地元で揚がったシーフードを美味しくいただきます。次の行き先は UCC 直営農園のクレイトンエステートです。首都郊外のブルーマウンテン山脈中腹にあります。1981年、UCC が日本への安定供給を目的に設立しました。この農園は世界最高級のブルーマウンテンを栽培しています。100ヘクタールの敷地に約13万本以上のコーヒーの木が育っています。UCC が生産、加工、
流通を一貫して行っています。事前予約で農園見学やコーヒーの試飲ができます。次はボブ・マーリー設立のタフゴングスタジオに向かいます。無事にスタジオに到着しますが、ゲートが閉まっています。ガイドによると、本日は急遽閉館になったとのことでした。外観だけ見て次の目的地に向かいます。次に向かったのは市内にあるデボンハウスです。これは首都中心部にある19世紀に建設された邸宅です。ジャマイカ初の黒人扶養だ1881年に建設しました。敷地内には20軒以上のショップやレストランがあります。有名なアイスクリーム屋には長蛇の列ができています。次はウサイン・ボルトが経営するレストランに向かいます。レストランはトラックス&レコーズという名前です。ジャマイカ文化、スポーツ、音楽が広がる空間です。料理はジャークチキン等のジャマイカ料理を提供します。食事の後は宿に戻って翌日に備えて就寝します。早朝5時、ネグリル行きのバス停にウーバーで向かいます。ナッツフォードはジャマイカで評判の良い長距離バス会社です。チケット確保のため、チケットは日本でオンライン購入済みです。バスは庶民の足であり、いろいろな荷物が詰め込まれます。ジャマイカでは貴重な時間通りに発車する交通機関です。バスは新しく清潔で、エアコンも効いて快適です。寝ている人もいますが、ずっと大音量で音楽が流れています。バスが途中のバス停で止まり、その間に朝食を買います。カフェでサンドイッチとコーヒーを買って車内で食べます。バスに乗って約7時間、やっとネグリルが近づいてきました。ネグリルに到着してセブンマイルビーチに歩きます。ネグリルは国の西端に位置する人口3000人の町です。静かなビーチリゾートとして欧米人に人気の町です。白い砂浜、カリブの青い海を見渡せる素晴らしい場所です。ビーチ沿いのレストランに入り、軽い昼食をとります。ハンバーガーとジャマイカ名物のジャークチキンをいただきます。ビーチからはウーバーでホテルに向かいます。宿泊先はオーシャンクリフというリゾートホテルです。ここは断崖絶壁に佇む大人専用の隠れ家リゾートです。敷地内には手入れの行き届いた庭園が広がります。全18室の手作りの石造りコテージで、それぞれが個性的です。部屋は広く、カリブ海の景色を独占することができます。プールは海から直接水を引いたソルトウォーターです。まるで海と一体となったような感覚で泳げます。デッキから直接海に入ってシュノーケリングも楽しめます。お酒を飲みながら海を眺め、癒される時間を過ごします。特に夕暮れのカリブ海は息を飲む美しさです。ホテルのメインダイニングはブルーマホイレストランです。DJ が音楽をかけてリゾート気分を盛り上げています。地元の新鮮な食材を生かした絶品料理をいただけます。海風に揺れる焚き火を見ながら夜が更けていきます。4日目の穏やかな朝を迎えます。朝食のためホテルの中を散歩してレストランに向かいます。朝食もメインダイニングの
ブルーマホエでいただきます。海が見えるテラス席に案内していただきます。海を見ながら気持ちの良い朝食をいただきます。午前中、ゆっくりと宿で過ごした後、チェックアウトします。まずは、ウーバーでネグリルのナッツフォードのバス停に向かいます。チケット購入後、12時30分発モンテゴベイ行きに乗車します。ネグリルからモンテゴベイまでは約80キロ、バスで2時間弱です。高台から見るネグリルの海は息を飲む美しさです。2時間後、ジャマイカ第2の都市のモンテゴベイに到着します。バスを降りた空港からホテルへウーバーで向かいます。モンテゴベイはジャマイカ最大のリゾート都市です。宿泊するハイアット系列のセークレッツワイルドオーキッドに到着します。モンテゴベイのホテルはオールインクルーシブが主流です。ここも滞在中の食事、お酒、アクティビティが無料です。チェックイン時に無料アクティビティの説明があります。チェックインを終えて部屋に向かいます。ホテルの部屋はビーチに面した開放的な雰囲気です。お酒や冷蔵庫の飲み物もすべて無料です。テラスに出て外の風景を見ます。カリブ海を一望できる素晴らしい景色が広がっています。浴室にバスタブがあるのも嬉しいです。アメニティはビーガン処方のファーマコピアです。それでは早速ホテル内を探検してみましょう。このホテルはフリーポートという半島全体を敷地にしています。三方を海に囲まれ、入り口は警備で部外者は立ち入れません。20ヘクタールの敷地に5棟の宿泊棟があり、部屋数は350部屋です。白浜が広がるプライベートビーチの長さは約 1.3 キロです。プールも上級会員限定を含めて全部で4種類あります。レストラン・バーも計19店舗あり、そのすべてが無料です。ただし、レストランは夜オープンが多く、日中営業は少ないです。一杯飲むため、営業中のカフェに向かいます。メインプール横のシーサイドグリルは日中から営業しています。シェフがその場で料理を作ってくれます。ハンバーガーが美味しそうなので注文します。バーカウンターでスパークリングワインを注文します。沖合にはモンテゴベイから出港する豪華客船が見えます。せっかくですのでホテル内のいろいろなカフェを巡ってみます。ベアフットグリルはビーチ沿いの軽食グリルです。ピザやジャークチキンなどのグリル料理を注文できます。次はビーチ沿いのバラクーダバーに向かいます。夕方まで営業しており、海風を浴びながらお酒を楽しめます。夕日を見るため、ホテル敷地の西端に向かいます。丘の向こうに夕日が沈んでいきます。18時になるといろいろなレストランがオープンします。注文を少しずつにしていろいろなレストランを巡ってみます。秘密は和食で、特に鉄板焼きはホテルの一番人気です。鉄板焼きはチェックインと同時に予約が埋まる人気ぶりです。驚いたことに日本酒が用意されていました。ジャマイカ風春巻きと味噌汁は好みが分かれる味です。次はジャマイカ・カリブ海環合諸国の料理を楽しめます。
日本では珍しいカリブ海沿岸諸国の料理を楽しめます。次はイタリアンのポルトフィーノに入ります。イタリアンは本場の味に近く美味しいです。次はお隣にあるフレンチのボルドーに入ります。こちらのフレンチも洗練されていて大変美味しいです。次は落ち着いた照明と生演奏のあるピアノバーです。上質な雰囲気の中でカクテルを楽しむことができます。宿泊客でも生演奏のカラオケ大会で盛り上がっています。お料理やお酒を楽しみながら夜が更けていきます。5日目の爽やかな朝を迎えます。朝食をとるためレストランに向かいます。カリビアンレストランで朝食を提供しています。カリブ諸国を含む多国籍料理が並ぶビュッフェです。もちろんお酒も朝からフリーフローでの提供です。朝食後にチェックアウトし、次の目的地に向かいます。今日は日本から予約したガイド付きの車で終日移動します。今日の目的地はジャマイカ北部のオーチョリオスです。地元ではオチと呼ばれる人口 1.6 万人の町です。モンテゴベイからオチまでは約113キロ、車で約2時間弱です。オチも観光都市で、見どころは自然豊かな渓谷と滝です。オチに向かう途中の絶景スポットで車を止めてもらいます。本日の最初の目的地はオチ郊外のモエル温泉です。モエル温泉はオチから車で30分離れた田舎にあります。イッテ Q でデヴィ夫人と出川哲朗さんが訪問した温泉です。相当田舎のためガイドなしでは到達不可能です。現地に到着し、ガイドがオーナーに入場料50ドルを払います。この囲いの奥に世にも珍しい燃える温泉があります。ブクブク湧く泡は天然ガスで火をつけると簡単に燃えます。水着に着替え、天然ガスが泡立つ約35度の湯に身を委ねます。オーナーがライターで火をつけると水面に火が立ち上ります。火に包まれながら温泉に入るという世にも奇妙な経験です。この温泉はオーナーの祖母が1950年代に偶然発見しました。今ではファイヤーウォーターとして世界に知られる存在になりました。オーナーは日本の皆さんもぜひ来てと言っていました。温泉を終え、ダンズリバーの滝登りに向かいます。ダンズリバーの滝登りはジャマイカ観光のハイライトです。ダンズリバーは源流からカリブ海まで約180メートルの短い川です。川の高低差は約55メートルで、全区間小さな滝が連なっています。川はカリブ海に注ぎ、河口には白浜のビーチが広がります。川の源泉は石灰岩質からの湧水でカルシウムを含みます。したがって流上に石灰華が堆積し、断橋状のテラスを形成します。石灰華の堆積と水中の藻で岩盤はクリーム色をしています。湧水は1分に4万リットルで、年間を通じて約24度の水温です。川登りは水着とウォーターシューズを着用して登ります。人が手をつないで人間の鎖を作って登っていきます。流水は勢いがあり、足元は滑りやすいので注意が必要です。ツアーに参加して登る場合の所要時間は約90分です。無事に滝の頂上まで登ることができました。滝登りの後は、オチ市内で遅めのランチをとります。
目的地はオチ中心部のマングースレストランです。ジャマイカの地元料理をいただけるカジュアルレストランです。遅めの昼食をとった後はホテルにチェックインします。宿泊先はハイビスカスロッジというホテルです。テラスからはオチの海を見渡せます。昔からあるホテルですが、部屋の中は清潔に保たれています。日が落ちてきたので、ホテルの外に出て夕食に向かいます。行き先はミス・ティーズ・キッチンというジャマイカ料理店です。オープンエアのレストランで観光客に人気があります。昼食が遅かったので、ワインとチキンで軽く夜を済ませます。ジャマイカ最終日、オチからキングストン空港に向かいます。オチからキングストンまでは約85キロ、車で約1時間弱です。日本へはエアカナダでトロント経由で帰国します。フライト時間はキングストンからトロントが約5時間です。その後、トロントから成田が約14時間で、計18時間の飛行です。皆さん、ジャマイカの旅はいかがでしたか？このチャンネルは役立つ旅行情報を定期発信しています。動画が参考になったらチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。